トマトスープは通常そのまま加熱してスープやスパゲッティのソースなどを作ることが多いですが、このクッキングノートの時代、じゃがいもやかぼちゃを裏ごししてスープを作るようにトマトのスープも作ったようです。もちろん今でもそのようなレシピがあります。上品でちょっと贅沢な食べ方ですが、美味しく飲みやすい味、試してみましょう。今日はクッキングノートの117ページ、トマトスープを作っていきたいと思います。トマトを湯むきします。筋入れて、このように切り目を入れておくとむきやすくなります。トマトの湯むきは熱湯クーラスターと冷水につけると良いです。玉ねぎと人参を薄く切っておきます。人参も薄く切っておきます。皮むきます。湯むきですね。熱湯にちょっとつけるだけでこうやって簡単にむけます。もう鍋にバター入れときました。分量の。そしてそこにトマトを細かく切って入れます。はい、人参と玉ねぎも一緒に全部入れちゃいます。日本で育てられているトマトは生食用が多く、このように丸い形をしています。海外では実が少し細長い加熱用のトマトが多く栽培されています。丸いトマトを加熱用に使うときはなるべく熟したもので、種周辺のゼリー質を一緒に使うのが良いでしょう。これを炒めます。今日はスープストックチキンで作ったのちょうどありますので、これ使いますね。ですのでブイヨン使いません。今日は火つけます。はい、ここに小麦粉加えます。ここに水を 1.4 リットルとブイヨンキューブ1個入れてもいいんですけど、今日はスープストックで作ります。ですのでその分塩を 5g 余分に入れます。はい、そしたらスープストック入れます。チキンで取ったスープストックですね。今で1リットルもう400加えます。で月桂樹の葉っぱを入れます。で 2,30 分これで煮ます。はい、30分ほど煮込みました。これをこしていきます。
トマトは南米アンデス山脈、今のエクアドルやペルーあたりを原産とする野菜です。系統的にはナスの仲間だということが分かってきたそうです。メキシコなどで栽培されていましたが、16世紀になってヨーロッパに伝わりました。当初は毒があるのではないかとされ、観賞用の植物とされ、あまり食用にはされませんでした。日本では17世紀に伝わりましたが、トマトカップサラダの時にお話ししましたように、一般家庭の食卓に他の生野菜とともに広まっていったのはクッキングノートの時代です。火つけますね、これで。トマトはビタミン C を含み、血中コレステロールや血圧を下げる効果があるとされています。また8年前、トマトに含まれる成分に血液中の脂肪増加を抑える働きがある研究結果が発表されたことにより、日本でもトマトブーム、供給不足になるくらい売れたそうです。大量に食べないと効果は出ないそうですが、ここ中南米は何かと料理にトマトを使うので良いかもしれませんね。はい、お塩入れます。胡椒入れます。はい、粉チーズも入れます。で、2、3分煮ます。火を止めます。はい、スープ皿に継ぎます。はい、クラッカーを散らしてトマトスープの完成です。